皆さん、こんにちは。日本語教師の鈴木です。今日は N3 の文法で会話でもよく使われる表現を勉強しましょう。はじめに問題をやってみましょう。息子は野菜をなかなか1、食べるようにしていない。2、食べられないつもりだ。3、食べていられない。4、食べようとしない。どれでしょうか？正解は4、食べようとしない。息子は野菜をなかなか食べようとしない。それでは選択肢を一つずつ見てみましょう。1番の食べるようにしていない。ようにするは毎日気をつけている習慣や努力を表現するときに使います。だからこれは正しくありません。2番、食べられないつもりだ。つもりだは自分の計画や気持ちを表す言葉です。私のことならつもりだと言えますが、他の人の心の中を表すときには使えません。それから食べられない、食べることができないつもりだ、食べることができない計画だというのもおかしいですよね。では3番です。食べてられない。これは日常で聞くこともある表現ですが、ていられないのいが省略されています。ていられない、てられない。これは時間がなくて無理とか我慢ができないから無理ですという意味です。息子は時間がなくて食べないと思っていたり、我慢できないと思っているわけでもないですから、文には合わないですよね。では、正解の食べようとしないを見てみましょう。これは動詞の移行形、食べようプラスとしないという形です。ただ、食べないという意味ではなく、強いニュアンスがあります。お母さんは息子に野菜を食べてほしいと思って一生懸命作りました。でも息子には絶対に食べないぞ、口を開けないぞという強い気持ちが見えます。また問題ではなかなかという言葉もついていますね。なかなか何々ない。そうしてほしいのに、そうならないという困った気持ち、残念な気持ちを表しています。だから、なかなか食べようとしないと一緒に使うのにぴったりなんです。では、ここで移行形を練習してみましょう。グループ1、
話す、話そう。飲む、飲もう。帰る、帰ろう。買う、買おう。グループに、食べる、食べよう。見る、見よう。寝る、寝よう。起きる、起きよう。グループ3、する、しよう。来る、来よう。それでは、ます形を移行形としませんに変える練習をしてみましょう。野菜を食べます。はいどうぞ。野菜を食べようとしません。薬を飲みます。はいどうぞ。薬を飲もうとしません。うちに帰ります。はいどうぞ。うちに帰ろうとしません。お互いに謝ります。はいどうぞ。お互いに謝ろうとしません。では、最後、復習にもう一度クイズに挑戦してみましょう。選択肢の順番が変わっているかもしれませんので、気をつけて見てみてくださいね。息子は野菜をなかなか1、食べていられない。2、食べられないつもりだ。3、食べようとしない。4、食べるようにしていない。どれでしょうか？正解は3、食べようとしない。息子は野菜をなかなか食べようとしない。はい、どうでしたか？どうしてもやらないという相手の強い態度、意志を表すときに使います。よく使う日本語ですので、ぜひ復習して覚えて使ってみてくださいね。今日もありがとうございました。あなたの日本語学習を心から応援しています。では、また次の動画でお会いしましょう。